ドリームランナーチャンネル。はい、皆様、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ドリームランナーのお時間でございます。今日も、ホンダ、モビリティリゾート茂木、ホンダコレクションホールさんの、ご協力で撮影をさせていただきます。また、今回もですね、手指消毒、検温、そしてマスク、特別な許可いただきましてね、外すことができるようになりましたので、外させていただきます。よいしょ。でですね、今日は、実は私事なんですけれども、ホンダの CB50 というオートバイ、これ高校生の時にね、乗ってまして、実はもうね、とっくにそのバイクなくなっちゃったんで、新しいのまた買ってきた。新しいって言うと中古車買ってきたっていう状況の中で、一応 CB50 オーナーです。で、CB50 というバイクがなんでそんなに僕にとって大事かというと、小さい頃、本当にね、生まれた頃にはもうほとんど聞くこともないような年代のバイク。RC116、115っていうオートバイクですね。ホンダさんの方で、作られてグランプリでも優勝したというニュースを何かで、高校生の頃ですかね。もう当然高校生16歳ですから相当古い話なんですけれども、聞きまして、そのオートバイに一番近い形をしてたのが CB50 だったということもあって、すごく気に入ってました。通算6台乗ったのかなみたいな形で、今でも大事にしています。まあオートバイ好きだったらやっぱり心に残る若い時のオートバイってあるかと思うんですけれども、まあそのつながりではあったんですけど、なかなか115、116、あとは有名なところで RC12 ですね、110ですね。こちらもあるんですけれども、まず目にすること、ね、こういうコレクションホールとかじゃないとないと思います。当然ながら中身とか乗り味とか、性能とかいう部分になるとさらに雲の上、よくわからない。インターネット見てもなんかいろんな情報ばっかりっていう状態になっちゃうので、その辺も含めてすごくよく研究されている渡辺さんに僕の質問事項を、事前にお話ししてあります。まあ、それも含めてですね、ご回答いただくというのが今回の清水わがまま企画ということでお送りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ちょっと安直見させていただきながらの話になっちゃうんですけど、1965年、ポアストローク 34mm×27.4mm、そして2気筒、CB50 とえらい違うんです。これがどういうことかというと、CB50 純粋単気筒であるということで、よいしょ。似たようなものでなんか 34mm ってなんかないかなって、うちのね、バイク走行一生懸命、ひっくり返してきたら、わかりますでしょうかこれ。見たことありますこれはブレーキクリーナーですね。皆さんどっかで使ったことあると思うんです。ブレーキクリーナーの蓋。これがちょうどね、直径 34mm なんですよ。逆に言うと、RC115、116のエンジンの中でこれがこうやって一生懸命動いているという形になってるので、大きさが、まあ、手元にあるもので一番わかりやすいのかなということで、今日あえて持ってきました。で、一応馬力、トルクのっていう話になるんですけれども、やっぱりレーサーですので、まあ、数値もやっぱり大事な部分が出てきます。一応、交渉値、発表されているのは、最高出力は13馬力、2万回転。そして最高速150キロ以上マーク。これはホンダさんのホームページから引用なんですけど、で、トルクって、この間も渡辺さんがね、大事なんだよっていうこと、まあ、市販車の方が特に大事なんでしょうけれども、エンジンの設計においてもトルクって大事だよっていうことは、もう常々言ってられますので、ただ、交渉値が出てなかったので、僕なりにちょっと計算してみたところ、2万回転の時にトルク 0.47 キロパーメーター。まあ、これ計算上です。交渉値ではないので、まあ、当然ながら高回転になればなるほどちょっとこう垂れてくる部分があるかと思うんですけれども、まあ、これぐらいのトルクですと。これ見てね、僕もちょっとびっくりしたのが CB50 って 0.46 ぐらいなんですね。コンマ01しか変わらないっていうことから、まあ 50cc というね、限られた排気量の中では、そんなにトルクっていうのが、数値の上では変わらないっていうことが分かったんじゃないかなと思うんですね。で、RC116、1966年、175キロ以上。すごいスピードです。50cc ですね。で、究極の 50cc レーサー。で、116に関しては14馬力 21,500rpm。そして車重は驚きの50キロと。そして速度は9速。こういう数字なんですよ。50cc です。ホンダのモンキーとかゴリラ、ね、昔のスーパーカブなんかと変わらない排気量でも、まあこういう数値が歌えるほどの性能があったということです。で、
当時 50cc の世界 GP、日本だとね、これ、あまりなかったと思うんですけれども、鈴鹿がオープンした頃には確かあったんですかね。で、まあ、それが多分雑誌かなんかにあって、僕の目に入ってきたんだと思うんですけど、当時ヨーロッパだとね、これ有名なところ、今でもこれさ、なんか、熱狂的なファンが再販作ったりやってるらしいんですけど、クライドラー・バンビーナ、トレスフレームで、有名なレーサーですね。当然他にもヨーロッパの話ですから、ちっちゃいオートバイメーカーとかエンジンメーカーがこぞって、いろんなフレームに乗っけて、レースで未だにやってます。すごく大人気みたいで。で、日本からだとヤマハ、スズキ、ホンダ、まあこちらホンダがそうですね。あと、ブリヂストンが確かあったんですよね。なので、まあ、ブリヂストンさんに関してはね、途中からもう、レース業界から徐々に離脱って形をとってタイヤ一本になるんですけれども、皆さん知ってました？ブリヂストンでオートバイでレースやってた。意外とこれもおじさまたちには意外とこう刺さる情報かなって感じです。で、ちょっとなかなかなるんですけど、今この場に、さっきも動画とかいっぱい入れてると思うんですけど、まだこの頃って僕のとしても2歳なんですよ。そうするとアスファルトっていうのは本当国道の一部、または国道しかないみたいな状況で、一歩裏道入ると砂利道があるような中。そして四輪車っていうと、マツダのキャロムとか、ホンダの S360、トラックの T360、この辺がまあ発売になった時代。東名高速でさえも69年、まあこれ4年前になるんですね、当時。そうすると、開通したのは69年ですから、もう大体時代背景見えてくるかと思うんですよ。で、見えてこない方は映画の三丁目の夕日。これ見ていただけると、ほぼほぼ同じ年代です。東京タワーが建ってたりね。いうことです。さて、じゃあここで長々と素人の私が喋りましたので、渡辺さんに、教えて渡辺さんっていうことでお呼びしたいと思いますので、どうぞこちらへお願いします。はい。渡辺さん。いつもご意見ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。なんでそうやって他人行儀がみたいな。いやいやいや。ですね。ご挨拶。ご挨拶だ。はい、もう、結構ね、今日は、ね、シビアに来ますからね、多分ね。はい。まず、先ほど、CB50 僕の愛車っていうのが15000回転っていうのが最高回転っていうことは一応カタログデータであります。はい、で、トルクも先ほど言ったように 0.47 ぐらい。まあ、この辺は共通点っていうことで考えててもいいと思うんですけど、はい、その2万回転近くレーサーがエンジン回せるって一応歌ってるっていうこと自体に、何が違ったらこんなにレーサーと違ってくるか、それを渡辺節で教えていただければと思います。なかなかね、素人の方にこのトルクの話をするの難しいんですけど、まあ一つのね、基準として覚えていただきたいのは、排気量あたりで言うと、100cc で 0.1kg のメーターのトルクが、まあ、普通のガソリンを使うエンジンとしては、上限値に近いんです。だから、ノーマルアスピレーションでエンジン単体がガソリン混合機を引き込んで、そういうタイプのエンジンであれば、100cc あたりで、要するに 0.1 ですよね。じゃあ、ほぼほぼ計算値、まあ、あとはそういうだから、100cc で1ですから、だから 50cc なので半分です。で、コンマ46、47ぐらい。だからその絶対値は市販車もレーサーも変わらないんですが、先ほど言われたように、回転数が、速度が倍も違うと。そうですね。倍も違う回転速度で、そのトルクが、要するに出せるかと。そこですね。そこが、要するに技術屋さんの腕の見せ所なんですね。結局、エンジンの中の回転部品、あと、いわゆる縦系統にね、動いてるコンロッドだとか、ピストン、クリアランスも含めた、あと、ピストンリングとの手動抵抗、いろんなものを考えていくと、回転が上がれば上がるだけ、損失も増えていく。いや、ただね、エンジンというのは、絶対の回転速度というよりも、ピストンスピードっていうことでよく言われるんですよ。これがね、秒速20メーターの一つの基準値になるんですね。で、レーシングバイク、まあ、4輪でも2輪でもそうですけど、回そうと思ったら、ストロークを短くしていくと、回転速度は高いんですけど、ピストンが動く速度は高くないんですよ、決して。だから、ストロークが短くできれば、どんどん回転が上げられるっていうのが原則としてあります。そうすると、先ほど RC115 のね、初見の時にちょっとお話した、ストローク27ミリですかね。相当短いです。短いでしょ。だから27っていうと、普通50ミリのストロークで、
20メートル行くのがうん1万2000回転。はい。はい。だから、もしストロークが半分なら、うん。単純計算2万4000回転は回せる可能性はあるんです。だけど実際そこまでいかない。はい。だけど2万回転ぐらいならうん頑張って、フリクション減らしたり、はいいろいろ工夫すれば回せるというのは見通しが立つわけ。だから2万回転はでいコンマ46のトルクがどこまで維持できるかっていうことを、まあ開発の目標にすれば、要するに十分可能性があると。もうあとはね、かける回転数でスピードはある程度上がっていくわけですからはいね。なるほどはい。そうするとそこで重要になるのって、今なら、はい。例えばメッキ技術も良かったり、シリンダーやなんかの材質が良くなったり、はい。で、いろんな、冷却もいろいろと考えられるようになったり。はいはいでも、この年代じゃないですか。えこの年代ということは、例えばオイル。え。えまあ、オイルがエンジンの血液だなんていうのはよく一般的に言われる話です。これが、まあ、今ほどは多分、良くない。え。まあ良くないと言っても、はいじゃあ今すごくオイルが良くなったから、はいオイルの分だけで、じゃあ 1.5 倍も回せるのかって回んないです。まあ、そうですね。はい。で、もちろん潤滑は冷却とか含めて大事なんですけど、はい。そのなんで回らないかというところをね、はい。あまり普通の方は、うん知らないと思いますけど、わかんないですね。ね、はいそこにね、肝があるんですよ。肝ですか？肝。来ましたね。はいピストンスピードっていう言葉をですね、はい一回ちょっと耳に留めといてもらって、あはい。それが20メートルっていうのがね、うん。エンジンにとっての一つのはい。トリガー、指標値なんです。 1秒間20。 20メーターね。 1秒間20ですね。はい。はい。だからそうすると、今さっき言ったように、はい。ストロークが50ミリのエンジンだとすると、はい1万2000で20メはいーターになります。はい。それで、その20メーターっていうのを一つ覚えておいてもらって、はい。要するに、エンジンがはい中で、要するに燃焼をね、はい。して、こうピストンを押しますよね。はい。うん。で、その押すために燃えて広がっていく時間がものすごい短い時間ですけど、え1000分の1秒ぐらいになるんですけどね。え。はい。その1000分の1秒の間に、その燃えていくスピードっていうのが、はい。どのぐらいあるかというと、20とか30メーターぐらい、ピストンスピードに近いんですよ。あそうすると、はい燃えていくスピードよりも、うんピストンが動くスピードが速かったら、当然ながら力がな燃えてはい押そうとする力よりも先にピストンが逃げていっちゃうので、それ以上は回らなくなっちゃうと。そうすると、そのスピードはもう限界値というそうですことなんです。。そうです。じゃあ逆に言うと、ええどんだけ時代が進んでいっても3万回転のエンジンが握るってことはありえないという。はなるほどい。。えそういうそういうこでこととなんです2万回転の壁っていうのがあるわけあ、そうです。あだから、理論上はさっき言ったように、うん半分だから倍だから、はいね、うん2万4000円。まああるかなって思うけど、はいそこまで行くには当然フィリクションなんかもガンガン増えていきますよね。はいはいで実際に、まあ2万回転を越すところまで、はい。実際のエンジンで達成して、で、まあ、14馬力ぐらい得るわけですけど、そういう見方で、はい今まで本も含めてないですよね。私もね、ええ仕事柄というか好きなもんで、はいろいろ探しました。はい。で、ピストンのうんそのスピードと、はい。炎をね、はい燃えていくスピードとの競争で、いかに早く燃やすことが大事かというのをはい。説いていたのは、はい。日産のエンジン開発をやられたはい。林、吉正さんっていう方いますけど、いその人の本にちょこっとだけあ書いてありまして、あ。はい。ただ普通の人はうん。何を言ってるのかよくわかんないとうんいう部分だと思いますけど、結局爆発ってのは力の源ですからね。そうです。それをいかに効率よくやるか考えるかっていうことですよね、はい疑問になるのは。それでもう一つはね、はい普通その爆発と燃焼をごちゃ混ぜにはい。表現してますけど、はい。あくまでもうん。エンジンは燃焼なんです。ロケットまで燃焼です。爆発じゃなくて燃焼。燃焼。はい。はい。で、この違いうんは、そのスピードなんですね。はい。火炎電波というはい。炎がね、伝わる。で、100メーター、1秒間100メーター以下は燃焼と言います。はで、はい大砲だとか、ええ。ダイナマイトみたいはいに爆発しますよね。はいそれ本当に爆発ですよね、はい信じて。はい。あれは、秒速が800とか1000メーターなんです。だから、10倍ぐらい違うんです。ほぼ音速。いや、音速で1000ぐらいです。音速は。はい330メーターだから、はい。1000メーターっていうのは、もう音速の3倍ぐらい。あだから、大量の弾とか、あ。うん。その速いはい。機関銃の弾っていうのは、音速の3倍。 3万。秒速1000メーター。はい。うんええ。
そういうその数値がありますから、はい、比較で覚えておくと。だから世の中ですね、みんな断片的に捉えて、こんだけ伸ばせばあんだけ伸ばせば回せばとかね、いろいろ言ってますけど、そのためにはどういうものがトリガーないよっていうことをちゃんと、トータルでね。トータルで考えないとね、できるできないと。もうエンジンは回せば回すだけ馬力が出るとかね。今で言ってますそう。カムリフトを上げた方はね、性能が出るとかね、言ってますけどね。そんなね、断片的にだけ捉えても実際にはそうなりません。そうですね。まあ、いろんな部品の集まった集合体ではあるけれども、すべてがきれいにこう、整って、で、設計通りの動きになって、そして初めてちゃんとした力が出る。そうですね。いう、そのトータルな。そうです。だから、最初は、理論理屈で考えて、それが実際ものにして、そうなるかならないか、そっちはもっと大変なわけですね。そこはまあ、開発やっていうか、深いですね。深いですね。深い。それはもうそこをずっと私はやってきましたんで、で、いろんな人にどう聞かれても、自分なりにはこういうことですよっていうふうに、お話をできるようにならなきゃいけないと、20歳の頃に目覚めて、それからずっと、これから先も死ぬまで、そのつもりで、一生勉強は忘れずにやろうと思ってます。素晴らしいですね。あとね、もうこの話の中でついでって言ったら、ちょっと言葉があれなんですけど、2万回転って先ほど言ったじゃないですか。まあ、クランクがガーッと2万回転もあります。その時に、さっき油、オイルっていう話もありましたけど、やっぱりなんて言うんでしょう、抵抗値が増えていって、削れて、当然こういう50cc クラスだと、高回転をずっと維持しながら、まあ、動いていく車体ですね。もうトルクバンドから外れちゃった回転になると、もう立ち上げてくるまでに一生懸命待ってなきゃいけないような、そんな感じじゃないですか。これの、いわゆる乗り屋さん、レースで実際戦った方っていうのは、どれぐらいのタコメーターのこの触れの中でギア変速しながら、これ9速でしたっけ？9速です。ですよね。9速のギアを駆使して、で、まあ、コーナー直線はまあいいにしても、コーナリングで1回落ちた回転を、どういう乗り方で？いい質問ですね。ありがとうございます。そこに答えをしますと、普通、まあ、レーサーだとタコメーターね、エンジンの回転計しかついてませんし、一般の車だって、スピードメーター、ぐらいしかついてないでしょ。そうですね。で、私が言ってる、トルクが一番大事なんだけど、トルクのメーターつければいいじゃないかという発想も出てくるかと思うんですけど、これはね、トルクのメーターをつけても、それをどうやって使うのかまでは、コントロールできないんですよ。で、トルクを感じるのは、あくまでも、乗る人が持ってるアクセル。これで、要するに走ってる時に、だんだん要するに加速が遅くなってきたか、まだ伸びてるかっていうのをそこで感じ取って、当然遅くなったら、なる寸前にギアを下げて、で、さらにスピードは落ちますが、その落ちたスピードをキープできるような位置。だから一段ずつ一段ずつキープできる速度は下がってきますけど、要するに開け閉めをするよりも開けたままでギアを変えることで、要するに、その負荷に対しての、落ち込まない、レシオッツのギアの段数で選んで、だそのためにね、タコメーターが常にタコメーターも、そんなの見てたんじゃ遅いので、あくまでも参考です。だからそれは乗り込んで、その加速してるのかしてないのかを、体で掴み取ってアクセル操作しながら、落とす、上げる、上げる。ですから、急速もありますけど、まあ、コースによって、ものすごい低速からものすごい高速や、ね、満島のように長くてきつい坂の場合にはもう、最高速は落ちますが、これでキープできるっていう段数。例えば、だから満島の長い坂道行ったらトップギアが当然入んないんです。だから最高はフラットなところで抵抗なければ、ね、160、70って言ってますけど、実際にもう上り坂になったらもう50なんか超非力ですから、もう130、40ぐらいにしか多分ならないと思いますけど、その状態でエンジンの持っている力と、その坂道と抵抗で、要するにイーブンになるところのポジションで走るしかない。もうそうですよね。それ以外手の打ちようがないですね。で、あとは逆に下り坂になったら、少し頑張って、お返しをもらう。だから走り出す、いわゆる一足がすごくこう、高いですもんね、レシオがね。だから、ちょうどこちらコレクションホールさんでね、毎年1、2回ですか、動体確認テストで、まあ、この 50cc レーサー走りますけれども、
走り出すことすら大変なぐらいの大変です。原因ですよね。一足が高いんですね。そうですよね。それはもう上が決まってて、下が最初は頑張ってもここまでだろうと。その中をこう9等分するんです。だからまあ先ほどね、今回このマシンについて、もう、昔からこう、現物が見たい。中身が知りたいっていう、まあ、希望があったわけで、今まで生きてきちゃったわけなんですけど、やっぱりこう、市販車 CB50 とのもう決定的な違いが、まずそこですよね。いわゆるレースという場で、最大のこの、まあ、見せ場っていうんですかね、このオートバイが一番元気よく走れるところに注力してギア比を考え、そして、回転数を考え、そしてトルクの特性を考え、そのために作ってきたマシンがレーサーである。そうなんですね。でどこでもそつなく走れて、まあ、一般僕らみたいな人間が楽しんでタバコ一つ買い抜くのも普通にエンジンがかかり、そこでエンジンがかかりという今、ちょっとキーワード言っちゃったんですけど、実際にこの 50cc のレーサーが動態確認テストだと、もう本当にアイドリングしないですよ。全然しないです。パインパインパインでパスッと落ちますから。やっぱり下はもう無地っていうことなんです。要するに、上の方で回したいがために、クランクの完成マスを、まあ、ギリギリまで減らしてるんで。そうですね。ストロークだって20何ミリしかないわけですから。そうですね。だから、実際に、来られて、その回した後にエンジン止めた時には、止まり方を、見た方はわかると思うんですけど、ワン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 って止まらないんですよ。ワンワンワン切った瞬間にスパッとね、切ったように止まるんです。そうですね。なんで止まると思いますか？これ結局、フライホイールがない。要は、完成マスが少ないっていうことじゃないですか。でも、マスが少ないだけだったら、打製では回ろうとしますよね。それほど軽い。それほどもっと軽い。だから、クランクマスは小さいんですけど、それよりも、ピストンリングの抵抗がでかいんですよ。そっちですか？そっちで止まるんです。じゃないと、ワンワンワンってやって、いきなりピストンがね、こうやって動いてるものがクランク回して、それがピャッて止まるっていうのは、止めるだけの力。リングがそうです。だから抵抗がでかいんです。だからレーシングエンジンはピストンリング1本とか、まあね、2本。それも薄いやつです。いや、すげえ勉強になりましたね。渡辺節も今日作品しました。ありがとうございます。こんな感じで、とりあえず僕のわがまま企画、自分としてはすごくね、満足なんですよ。もうもやもや感がかなりの勢いで飛んでいきましたんで。ちょっとこれ、もしね、コメントをいろいろといただいて、もっとやれっていうことであれば、2作目、3作目またね、考えたいと思いますし、まだまだ引き出しいっぱい渡辺さん持ってるんで、安心して次回をお願いしたいと思います。まあちょっとだけ、例えばね、ホンダの 50cc のこの履歴というか、あれをお話しする時間は大丈夫ですか？ホンダは一応62年から67年、まあ実際には66年で 50cc は参戦やめますから、5年間やりまして、最初の2種類、62年からの100と111かな、この短気筒のエンジンでは8馬力、9馬力までしかいってません。で、その最初に作った短気筒の4バルブのエンジン付きの100等という市販車になりましたけど、あれはほとんど一番最初のワークスマシンのまんまなんですよ。いわゆる市販されたカブレーシングですよね。そうです。一般道走れるやつもありますけど、レーシングっていうのもありますから。いずれにしても、その 50cc の短気筒で4バルブっていう本当にレーシングマシンのまんまを基本的にそのまま市販車にして出したのがCR100 等と言われるやつで、ものすごい人気が高いのは、もうほぼイコールワークスマシンなんですね。それで、一応今言った5年チャレンジしましたけど、112という、まあ、後ろが2になった時に2気筒が始まるんです。で、その後に、まあ、3、4、5、6と、上がってきますね。大体こう、1年に2種類、1種類か。っていう形でいきますけど、どのぐらい大変かというと、その後、2気筒で最初に10馬力を消すんですけど、最後の116っていうやつが14馬力までいきますけど、これね、ちょうどですけど、1年に1馬力ずつ上がってるんです。数値で言うとね。すなわち回転が上がっていってると。いやいや、馬力として、馬力が上がるということは、まあ、要するにトルクがちょっと上がっていかないといけないんですよ。
それで、まあ、たまたま66年、に、チャンピオン、取りますけど、それが115なんですけど、それと、その次に、作った、116っていうのがあるんですけど、で、これ、1年半年ぐらいしか多分差がないんですが。見た目もあんまり変わってないんですけど、外ではわかんないんですけど、これでわざわざボアストロークを少しずつ変えて、ボアをちょっと大きくして、ストロークをちょっと短くして、それで2万回転から2万1000回転、2万1500ぐらいまでを回そうとしたんです。先ほどのいわゆるお話が出た限界値を突破してきたわけです。そのためにはストロークを短くするということはボアでかく、ちょっとですけどね、でかい。で、それで、ちょっとだけ上を回るようにして、1馬力、14馬力まで出るようになったっていうのが、116なんですよ。私がですね、研究所に行って、いろいろね、どうしてもロードレーサーやりたいから、で、まあ、私の上司に言ったら、じゃあ今までやったやつの資料を見て勉強しとけって言われて、バサッとその 50cc の、単気筒から2気筒に行って、おしまいになるまでの116までのエンジン性能の、ファイルっていうの、こんな厚いファイルを、ね、与えられて、まあ明日までにこれ見て、何が分かったかね、報告せえと。こういう話なんですよ。こんなに。結構な無茶ぶりですね。で、要するにね、私の親分っていう人はね、こいつは本当にどこまでやる気があるのか、勉強する気があるのかって、見てやろうっていう、そういう育て方。今考え。で、うち帰ってしょうがない。本当はうち持っていけないんだけど、うち持ってって、見るわけですよ。5年分を。で、確かにだから1年に1馬力ぐらいしか乗んないわけですよ。ね。こんだけいろいろ変えて、やって1馬力ずつやっと上がるんです。で、何が分かったかって言われたから、いや、5年間で5馬力変わってますね。分かるか ?1 年で1馬力上げていく。50cc でやるのはとんでもなく大変なんだ。そういう話。考えてみたら、でも、本当2ストロークがね、当たり前なライバルじゃないですか。そうです。そこにまあ、殴り込み的に4ストロークがドンと入って、で、2ストロークですから当然回転、ね、爆発というか先ほどの話、燃焼が倍ありますから、そこに入っていくにはやっぱり回転と、ちょっとでもトルクを増やす。まあ、それと信頼性ですよね。2万回転もまずっていうのは、要するに信頼性がないと。で、当時の、まあ、後からいろいろ調べてわかるんですが、当時の2サイクルって、やっぱりね、混合ですよね。ガソリンにオイルを混ぜて。で、その混ぜるオイルも、そんなにいいレベルないので、で、ご存知のように、本当はエンジンの性能を上げるためには、薄めのセッティングっていうのがいいんですけど、薄くするということはオイルが減るわけですから、ところが焼き付くっていう心配が出てきて、2サイクルは必ずそこがジレンマなんです。僕もマッハの時に、マッハ好きで乗ってるじゃないですか。もういつもクラッチ握ってます。そうです。昔はみんなそう言われたんです。ツーストのね、レースやるときはもうクラッチ握って、指かけるのマスターと、クッと来たらね、すぐ切らないと吹っ飛ぶぞって。そうですね、そうですね。そう言われてました。そのぐらいね、やっぱり、潤滑の信頼性が低かったんですよ。ところが、ホンダのバイクは4サイクルでした。要するに、オイルポンプを持って、ちゃんとクランクからピストンで、ピンに至るまで、強制潤滑が効きますよね。だからそれはもう当然ベンチでそういうテストをすればいいよ。だから、ちゃんとエンジンが回っても絶対ね、焼き付きは起きないという信頼性が高くて、だから歴代のマシンはみんな、まあ50は2万回転以上回りますし、まあ、その下のクラスでも1万8000台、9000台、まあ2万弱ぐらいは回るわけです。それは素晴らしくね、潤滑の精度が良かったということそういうことなんでしょうね。まあエンジンの血液、先ほどもちょっと話、素人ながら申し上げたんですけど、まああながちね、やっぱり大事な部分です。で、そのエンジンに潤滑供給するのって、まあいろんな人がいろんなことを言ってますが、中にはね、ちょっと的違いなことを言う人がいて、そんなに回すんだから、相当オイルをたくさん供給しなきゃいけないから、油圧なんか5キロとか10キロとか上げるんですかという人がいるんですけど、圧は上げても潤滑をプラスにはなりません。要するに、その入れるところに確実にせいぜい1キロ2キロの油圧がかかっていれば、あとは入るようにしてあげる工夫をしなきゃいけないんですね。
要は、そこの必要なところに行き渡ることが大事であって、スイッチ上の何キロじゃないんです。ないんです。はい。入るところが、例えばコンマ5でも、確実にオイルが来ててくれれば、そこから持ってってくれるように。ですから、レーサーは、まあ、あくまでもね、もうある程度限られた期間だけ性能を維持してすればいいんで、まあ、軽く作ったりいろんな工夫しますけど、先ほど言った市販車になると、そうはいかないんで、市販車ね、まさか、一月走ったら壊れちゃいましたっていかないんで、ですから市販車の方がより信頼性の耐久性の高い、要するに潤滑方法に書いてあります。例えば、先ほど言った 50cc 短気筒を市販した時にも、市販車としては、これはまあたまたまレーザーと同じですけど、クランクシャフトの端っこから真ん中にずっとオイル通路を作って、そこからこう、シャフトの中を通ってます。そうそう、クランクシャフトの中。だから、軸があり、ウェイトのところに斜めにでまたピンに足して、ピンからコンロットの台体に給油すると。こういうね、ちっちゃなオイル穴をこうつなげて開いて、それが回転のセンターから、その遠くに行くほど距離が増えて、遠心力の効果を得られるので、一種のオイルポンプ。そう、だからポンプの送り込む圧を高くするんではなくて、ちゃんと真ん中の最初の入り口にしっかりオイルが入っていれば、その先端まで送るのが、その回転のね、遠心力で通路をうまくやって、オイルを供給させると。これがね、高精度する。だからこれがね、なかなかね、2サイクルできないんですよ。だからね、相当苦労してます。結局2サイクルの場合って、そこでもう一時圧縮がかかってるっていう部分からやりにくいそうですね。で、4サイクルはご存知のように、要するにクランク単体がエンジンのオイルの中にいいんですけど、特に2サイクルのレーサーみたいなやつは、ロータリーバルブというバルブをサイドに持ってるんで、でそのバルブをつけるために、バルブがつく側のクランクのベアリングって大きくできないんで、ちっちゃいベアリングにすると、そこの潤滑はものすごく苦しいんですよ。いわゆる円盤を取り付けたいがために。そう、それを取り付けるためには、径が制約されますから。だから、両端だけ小さいベアリング、真ん中だけでかいベアリングっていうと、やっぱり、軸のバランスとかね、潤滑がうまくいかなくて、もうそれでほとんどトラブってるのはみんなそういうところなんですね。なるほど。そこは圧倒的に違う。いや、でもすごいな、勉強になりました。とりあえず今日こんな感じでよろしいですか？まあ、たくさんありますから、また引き出しちょっとまた開けたいと思います。今日はありがとうございました。はい、どうも。またよろしくお願いいたします。はい。115、116、いかがだったでしょうか？僕もね、CB50 乗ってるぜって先ほど偉そうに言ってましたけど、まだまだ知らないこといっぱいありますよね。皆さんと一緒に勉強したいと思います。これからもドリブランナーチャンネル、ぜひよろしくお願いいたします。では今日はここら辺で失礼いたします。